でも全部大夏にもうやりきれないんですよ。1個の例えば1日かかる仕事ポンと渡した人いるんですよ。それはできないよ。楽だと思っても最初だけで逆に仕事がつまらなくなっちゃう。3つ目、部下の仕事のリマインドです。これはね、そもそも人を忘れますからね。だからこれもぶっちゃけチームとかでルール作っちゃえばいいんですよ。上司とかでルール作っちゃえばいいんですよ。そうか。だから例えば何事においても頼んだ仕事においてはですよ、途中経過を必ず報告するんだ。途中経過を必ず報告っていうのは、例えば報告期限の3日前に1回ね、今の進捗だけ報告するとか、毎日終わったところの日報で進捗度を報告するとか、必ず期限の前日に明日その進捗を必ず言うんだとか決めちゃえばいいわけですよ。部下から期日がじゃあ10日後ですってなって聞いたときに、僕も最初はご丁寧だから、じゃあ A 君の Z っていう仕事は金曜日の5時が締め切りだから、木曜日の5時にリマインドしようと僕は一時カレンダー入れてたんですよ。最初はね。チームがメンバーが少なかったらそれやればいいじゃん。でもメンバーが多くなってきてもうやりきれないんですよ。やりきれない。こっちも。やりきれない。A 君の Z の仕事は木曜日15時が期限、B 君の Y っていう仕事は、木曜日の15時が期限、C 君の、X っていう仕事はやりきれないじゃないですか。10人ぐらいだと全然できますけど。なんで、そこで気づいたのは、もうチームの僕の部下の条件として、そう、期日の何日前、もしくは毎日進捗報告しろっていうルールにしちゃったんですよ。そしたら必ずやるじゃないですか。確かにね。締め切りだけは仕事が分かってるんで、例えば金曜日、前日に必ず報告するっていうルールだとしたら、金曜日皆さん気づくんですよ。あいつ報告ねえな、みたいな。期日前に分かりますよね。お前報告ねえじゃないかと。さすがにそれは分かるんですよ。とか、習字で言ったらそうだし、毎日見る日報に進捗が入ってなかったら、なんで入ってないのって言うんです。この時点で何かおかしかったりするんですよ。仮にそれを進捗を書いていたけど、ちょっと持って書いていたと。そしたらその持って書いたのは自分だし、実際できてなかったのは自分だし、責任状態明確じゃないですか。そういうのともうちょっと頑張ってやるわけですよね。だから必ず、あとはだからこうですね、部下に例えばじゃあ、この会話の中でだよ、あの仕事にプラスでこれやってよと言って、分かりましたって言ったら、分かりましたら本来終わらせないで、社内 SNS でもう一回何をやるか、チャットに入れといてみたいな。復唱もさせたり。こういうのを文化にしちゃえば、必ず部下がやるようにする。そしたら、言ったり言わないみたいなもいいし、ルール化したり文化にしちゃえばいいわけですよ。だからいちいちリマインドしないと進まないよって言ってるのは、そういうそのほうれん草ルールみたいなのがちゃんとしないだけじゃん。これはもうない問題。報告はこういう問題って決めつけてる問題。とにかくない問題と、あってもそれが応用されてない問題。申し訳ないですけど、いちいちリマインドしないと進まないんだからっていう管理職は、レベル的にまだまだなんだなって思います。最後の質問で仕事がない部下、能力が低くできることが少ない社員ですよね。これちょっと失礼なんですけど。それはもったいないよ。もったいない。あまりいるんですよ、みんな仕事ができる人ほど。使えないから、こういう仕事させても意味ないから、仕事を与えないみたいなね。いや、引っ越しでもあるんですよ。ドリン現場で行きました。一人が全然まだ見習いで、あんまりその技術がありませんと。使えないから突っ立ってろみたいな、昔で言うと。今はないですよ。今ないけど、何かやらせないとか、危険なことやらせたくないから、当然それはいいんですけど、って言って業務量が少なくなっちゃう人いますね。僕からしたらもったいないと。できることを作ってやらせろと。だからその能力が低い社員がいるとしたら、できることが何なのかをちょっと確認した上で、こういうタスクをぶつ切りにして集めてくるんですよ。だから難易度の低いタスクをいっぱい集めてくるんですよね。ひたすらそれをこう一日もガンってセットするんですよ。おかしな当たり前の話だから、仕事ができない部下に対してこの仕事やってねって言って1個の例えば1日かかる仕事をポンと渡した人いるんですよ。それはできないよ。だったら仕事を1個ずつ切り出して、例えばですけど経理で会計ソフトの入力とかっつって、これあなたの仕事ボン
この味任せる感じが多いですよね。そうじゃなくて、本当だったら経理のこの会計入力の中でいろんな種類があって、いろんな情報がこう入ってきてその打ち込むわけだから、こっから入ってくる情報はあなたね。大体単純化もここだから、これだったら5パターンぐらいしかないから、ここから入ってくるこの入力はあなた。これ5パターンしかないから、こんなにやる見てやってね。これが30分ぐらいだよ、みたいな。この30分の仕事を9分ですよ。8時間実はだったら16個作れるじゃないですか。こうやって渡していくんですよね。その中でほうれん草とかルールをちゃんとやりながら、この人の評価は、この16個のタスクが8時間に設置されたやつを、人に生産性高くできるだけですよ。そうするとめちゃめちゃこれで能力発揮しちゃうやつがいるわけですよ。だから得意もあるし、能力がある程度全体で、マルチで見たら少ないかもしれないけど、特定の分野で見てすごい高い人がいるわけですよ。とにかく仕事がない部下への依頼の仕方みたいな感じでいくと、一つは、もったいないからちゃんと使いなさいと、動かしなさいと。本人だって嫌だよ。楽だと思っても最初だけで、逆に仕事がつまらなくなっちゃう。虚しくなってくるし。っていうのと、2つ目は、ちゃんとタスクを分解して与えると。もっと言ってたので、あなた車作ってください、自動車でボン投げてくるんですよ。わかんないよ。車にはいろんな作る上で、部品のこれ作ったり、部品のこれつなげたり、分解されたんですよね。分解して渡せる。あなたはとにかくドアのこのノブをひたすら作ってくださいみたいな。そういうことでしょ。だからその仕事の分解ができてないってこともあるんですよ。仕事がない。要は、能力が低ければ渡せる仕事がないんだっていうのに関しては、基本的には仕事の分解ができない。言われてもしょうがないってことがあるんですよ。改めてちょっとまとめながらいきますと、表面的な悩み、ボンミスする、言い訳する、2万円でしないと動かない、任せられる仕事がない。今度の本質的な原因は大体仕組みの問題、マネジメントの問題でしかない。チェック体制が機能してないとか、業務の続進が放置されてるとか、ほうれん草ルールが形骸化してるとか、タスク設計が荒いとか、注意すれば治るっていう根拠のない期待とか、行動基準が曖昧なまま任せてるとか、進捗管理を思い出した時に確認レベルだったり、育成コントロールに頼って計画的に設計してないとか、結論もとにかく問題は部下じゃなくて再現性のない仕組み、習慣を作れないマネジメントが側にあると思った方がいいよ。なるほど。逆に言えば、そういう現場からの課題って本来はマネジメントの方々だったり、仕組みの再構築もしくは構築の機会だから、そう捉えて打っていくんだと。注意しなくても、ミスが起きにくい仕組みとか、育たない人、あまりできない人を普通以上に活躍させる仕組みとか、それが真の意味での組織力でしょうと思いますので、そういうふうに捉えてやってください。根底から覆されましたね。再現性のない仕組み、これはちょっとフュームで、社内で構築していきたいと思いました。ありがとうございました。本日はマネージャーとして部下のマネジメントに困っているみたいな話でしたけど、しっかりと仕組み化とか、マネジメントの方々が、そういったことを、ローについて詳細をお話しさせていただきました。以上になります。